あの時の胸の高鳴りがずっと心に残ってて、だから私は走ってる。私自身が満足するために。自分が決めた夢、その思いをずっと積み重ねてきたんだもん。絶対に勝つんだって決めたから頑張り続けてこられた。自分のために走るってなんだろう。あれあれ、スペちゃんがこんなところで油を売ってるなんて珍しいね。せいちゃん？いやー、今日はさっぱり釣れないな。まあ釣りは魚との我慢比べだから、ここで心が乱されるようじゃダメなんだけど、私さ、みんなをあっと言わせるようなレースをしたいんだよね。私ってもともとそんなに期待されてたわけじゃないんだ。小さかった頃の成績もまあその通りの感じで、けど走るからにはやっぱり勝ちたいわけですよ。だからどうやったら勝てるかなって考えてさ、ある時レースで大番狂わせをしてみせたんだよね。作戦を立ててそれがバシッとハマって、まさかのせいちゃん優勝。一番人気だった子も周りのみんなもポカーンとしちゃってさ、いやー気持ちよかったな。私自身もあんなにレースで興奮するなんて思わなかった。とまあそれが原体験ってやつ。私の走りでみんなをあっと言わせたい。それが私の走る一番の理由だからさ。勝つためだったら私の持てる全てを使って勝ちに行く。どんな手を使ってでも。せいちゃん。スペちゃんにもきっとあったと思うんだよね。心が思わず動いちゃうようなそんな出来事が。心が思わず。それにさっきの走りもキラキラしててなんまら綺麗で、鈴鹿さんが楽しそうに走る姿を見て、私は夢を追いかける勇気が持てたんですから。私鈴鹿さんみたいに走りたいって思ったんです。こっちに来て初めて走る馬娘の姿を目の前で見て、すっごく速くてすごく綺麗で、私もあんな風になりたい、あんな風に走りたいって憧れて背中を追いかけて、まだまだその背中は遠いけど、だけどいつか絶対に。なるほど、鈴鹿さんみたいにか。それまたおっきな目標だね。けど素敵だと思うよ。それがスペちゃんの走る理由なんだね。私の走る理由。そっか、これが今の私の目標。それとついでに言うとさ、お母さんたちから託された夢を叶えたいっていうのもスペちゃん自身の立派な夢だと思うよ。そんでそれは私も一緒。じいちゃんから託された夢とみんなをあっと言わせたい私の夢、2つの夢があったから、皐月賞での私って諦めが悪かったんだよね。2つの夢、どっちも叶えるんだって気持ちで走ったから、皐月賞のせいちゃんは最後まですごかったんだね。勝ちたいって思いがそれだけ強かったから。だけど今回はスペちゃんに塩を送っちゃったからな。スペちゃんも私と同じだけ夢を背負ってるわけだし、ダービーは厳しいかも。今度はせいちゃんにも負けないよ。だって私の夢は、叶えたい夢は3つもあるんだから。私と生みのお母ちゃんと育てのお母ちゃんだから、ダービーは私が勝つ。
おお、言いますな。じゃあスペちゃんに協力してあげるのはここまで。この先はトレーナーさんに相談してね。心配してたみたいだし。それに私たちはライバルなわけですから。ありがとうせいちゃん。トレーナーさん、トレーナーさん、ダービーのトレーニングをお願いします。今年もこの日がやってまいりました。レースの祭典、東京優春日本ダービー。黄金世代と呼ばれるメンバーの中で、一体どの馬娘が最高の栄誉を手にするのか。冷静に冷静に、最初のコーナーは慎重に、ペースをしっかり見極める。あとは気持ちだよ、気持ち。ダービーって気持ちを大切にね。当たり前だけど、ダービー馬娘って呼ばれるにはたった一度のダービーを勝つしかないから、強い思いでぶつかっていこう。強い思い、わかりました。トレーナーさんも皆さんもトレーニングに付き合ってくれてありがとうございました。自分には欠けているものがあるって不安になってましたけど、ちゃんと自分にも叶えたい夢があるんだって気づきました。お母ちゃんたちと約束した日本一のため、そして憧れの走りに追いつくためにも全力で走ってきます。スペちゃんの走り見てるからね。はい、行ってきます。バッチリ気合が入ったみたいだね、スペちゃん。勝ちたいって気持ちでいっぱいだから。それは私も同じ。しかもダービーという大舞台だもの。これまでで一番勝ちたい思いが強いわ。みんな夢があるんだもんね。気合が入るのも当然か。ここからはライバル同士全力で挑ませてもらうから。そんじゃお互い全力でいきますか。クラシック級18人の馬娘がこの大舞台のゲートへと収まっていきます。 2400m 先、栄光はただ一つ。東京優春日本ダービー、今スタートです。大歓声の中、18人の馬娘が揃ったスタートを切りました。さあ何がいく。逃げ馬娘のセイウンスカイがスピードを上げる。しかし先団もペースを緩めない。何が行くんだ、誰が行くんだ。離されないようにしなきゃ。セイウンスカイ、コーナーの入り口で先頭に立つ勢い。いや、コースの内側、内からキングヘイロー。なんとキングヘイローが花に立ちます。キング、ここで無理に競り合うのも危険か。だったら私はこの位置で。せいちゃんが先頭じゃない。やっぱりダービーって他のレースと違う。落ち着かないとレースに飲まれちゃう。向こう正面に入り、位置取りが落ち着いてきました。先頭を走るのはなんとキングヘイロー。セイウンスカイは無理にはいかない。2番手の位置を進みます。そして3強のもう一人、スペシャルウィークは中段のこの位置から狙います。キングちゃんもせいちゃんもレースを走るみんなから勝ちたいって思いが伝わってくる。でも思いの強さは私だって負けない。馬娘たちが大木焼の向こうを越えました。ここで後続がペースを上げていきます。後ろとの差が詰まってきました。キングヘイロー、いつの間に最終コーナー。それでも証明してみせる。キングである証明を。キングヘイローが最後の直線に入る。しかし外からセイウンスカイも来ている。ここからここで満を持してセイウンスカイが一気にスパート。見せるんだ
いや勝つところ。だが後ろからスペシャルウィークが間を割ってやってきた。抜かせるか。スペシャルウィークが上がってくる。先頭を走る戦友スカイにスペシャルウィークが並ばないあっという間にかわした。スペシャルウィークあっという間にかわして先頭に立った。日本一になるんだから。スペシャルウィークだ後ろを大きく引き離してスペシャルウィークだ。ゴールイン。栄光の日本ダービーをスペシャルウィークがつかみました。ダービーウマ娘の栄光をつかみました。スペシャルウィーク、スタンドから大歓声が上がります。なんで私は。せいちゃん、キングちゃん。スペちゃんにまんまと取られちゃったか。クラシックの中でもとびきりのダービー、勝てたらじいちゃんもみんなも絶対びっくりすると思ったんだけどな。けどまずはちゃんと言っておかないとね。スペちゃんおめでとう。ありがとう、せいちゃん。私も真剣に競い合ったからこそ称えないとね。スペシャルウィークさんおめでとう。ありがとう、キングちゃん。でも次こそはキングが勝利してみせるわ。絶対に自分の未熟さを払拭してみせるんだから。いい？一流は決して首を下げたりしない。クラシック3冠の最後の一つは必ずキングが手にしてみせるわ。いやいや、せいちゃんだってそう簡単には譲らないよ。それに菊花賞は私のレースになるって気がするんだよね。まあなんとなくだけど。私も負けないよ。だからまた一緒に走ろうね。菊花賞でもう一度。いつもと全然違う、すっごい迫力でした。最後の直線すごくかっこよくて。スペちゃん最高だったよ。またダービーに一つのドラマが生まれた。ゴーバ審査か。いい走りだったな。皐月賞の時以上に気迫が、思いが伝わってくる走りでしたわ。ありがとうございます。おめでとう、スペちゃん。鈴鹿さん、見ててくれましたか？今日のレース、今までで一番の走りができました。絶対に勝つ、誰よりも先にゴールするんだって、鈴鹿さんみたいにって気持ちで。それでお母ちゃんたちにもダービーウマ娘になったよって絶対報告するんだって、そう思って走って。そしたらうまく説明できないんですけど、なんていうか最後まで力がこうギューンってなって、夢ってとても大きな力をくれるわよね。トレーナーさん、今日の日本ダービーで私は日本一のウマ娘に
一歩近づけたって気がしてます。でも一歩だけじゃなくもっと走らないといけないから。だからこれからもよろしくお願いします。